さて、今日も解説の方をやっていきますよ。今回は何を話してくれるんですか？今日は最近の若者についてです。いや、ちょっとアバウトじゃないですかね。そうね、正確には若者に対する偏見と言ったらいいのかしら？いわゆるゆとりみたいな感じですか？そういうのをいろいろひっくるめて、最近の若者は、みたいな言い方をする人がいると思います。なんでそんなに、若者をダメだと思うのかと疑問に思いませんか？まあ思ったことはありますけども。今でこそゆとりと言われていますが、最近の若者はから始まる批判は、昔からよく言われていることで、いつの時代になっても大して変わっていないのです。というわけで、早速本題に入りたいのですが、最初にご紹介する研究は、カリフォルニア大学が行った調査です。研究チームは、なんで昔から年上は若い人たちを批判してしまうのかということについて調査を行いました。まず研究チームは、3458人の男女に調査を行い、最近の若者は、目上の人間に礼儀正しい態度をとっているか？最近の若者が、上の世代の人間より賢いと思うか？最近の若者は読書好きだと思うか？自分のことをどう思っているか？といった質問をしました。すると、自分は偉いと錯覚している高齢者ほど、今の若者を批判的に捉えるという結果になりました。具体的に言うと、自分は読書好きだと思ってる高齢者ほど、最近の若者は本を読まないと考え、自分は賢いと考えている人ほど、最近の若者はバカだと感じやすいらしいです。つまり、若者に対する批判の内容によって、その高齢者が何を重要視しているのかがわかりますね。そうなの。そしてなんでこういう現象が起きるのかということについては、研究チーム曰く、多くの人は、子供時代の記憶が正確ではないからだと指摘しています。つまりみんな子供の頃は、そこまで賢いわけでも、特に本を読んでいたわけでもないのに、年を重ねると、過去の記憶を自分の都合のいい方に歪めて認識していることが大きな原因らしいです。さらに我々も、順調に年齢を重ねていった場合、同じような現象に巻き込まれる可能性は十分にあるので、注意した方がいいかもしれませんね。また最近の若者は、コミュニケーション能力がないといった批判が本当に正しいのかを、ブリガムヤング大学が調査を行ってくれました。まず研究チームは、Facebook がまだ存在しない1998年に幼稚園に入園した19,150人の子供たちと、初代 iPad が登場した2010年に入園した13,400人の子供たちのデータを収集しました。そして、すべての子供たちが、教師や保護者から、どんな評価をされていたかというポイントを比較しました。簡単に言えば、アナログ世代とデジタル世代でコミュニケーション能力が変わるのかを調べたわけです。まあ普通に考えたら、今みたいにインターネットが発展していない時代の人の方が、積極的に人と会って会話をしているイメージがありますけどね。では実際に、どんな結果になったのかというと、対人スキルの評価において、どちらのグループも大きな差がありませんでした。さらにどちらのグループも、友人を作る能力、人間関係を維持する能力、自分とは異なる人々と仲良くする能力、セルフコントロール能力を比べてみても、特に違いがありませんでした。どうやら、最近の若者のコミュニケーション能力については、旧世代と違いがなかったそうです。これについて研究チームは、我々が比較を行ったすべての要素において、社会的スキルには大きな違いはないし、場合によっては後に生まれた世代の子供たちの方が評価が高かった。若い世代は PC やスマホの使用量が多い。しかしスクリーンへの接触時間が社会的スキルの成長に問題を起こすという証拠はない。とコメントしています。どうやら子供たちの対人スキルやセルフコントロールに対する教師の評価は1998年のグループよりも2010年のグループの方がわずかに高い傾向にあったらしいです。さらに研究者は、どのような世代も新技術や若者に対して不安を持ちやすい傾向にある。しかしこのような不安は昔からある話で、かつては電話、自動車、ラジオが現れた時にも同じような不安を抱いていた。とコメントしております。いや、昔っから若者を批判するっていう流れがあったことに驚いてます。そうね。
さて、続いての研究は、アメリカ疾病予防管理センターが行った調査で、1991年から1年おきに、昔の10代と現代の10代を比較して、旧世代の人間と現代の若者とでは、どのような違いがあるのかを調査しました。すると、バースコントロールを行っている人の割合は、20年前の若者で 21% なのに対して、現代の若者は 60% でした。さらに、アルコールを飲む人の割合は、20年前の若者が 81% なのに対して、現代の若者は 66% で、また、何らかの暴力行為をしたことがある人の割合は、20年前の若者が 42% なのに対して、現代の若者は 24% でした。他にも自殺を考えたことがある人の割合は、20年前の若者が 29% なのに対して、現代の若者は 17% となっており、最近の若者の方が性的にも真面目だし、依存性がある物質にものめり込まない上に、暴力行為も減って、メンタルも健全でした。まあ、あくまでこれはアメリカのデータなので、日本でも同じことが言えるのかは謎ですが、他の先進国で行われたデータを見ても、最近の若者は、全体としてモラルが上がってるのかもと考えられています。確かに昔に比べれば、今の方がタバコやアルコール、麻薬などによる悪影響は少なくなってそうですね。さらに言うと、広島大学では、若い世代は本当に道徳的なのかという点を調べるために、2019年から2020年にかけて、12,098 人の日本人に調査を行い、SDGs にどれぐらい興味があるかを尋ね、18歳から30歳の若者世代と、31歳から75歳の年上世代を比較して、どう意識が違うかをチェックしました。ちなみに、SDGs とは、国連が提唱した開発目標のことで、2030年までに貧困を撲滅したり、すべての人が清潔な水と衛生設備を利用できるようにしたりといった内容が盛り込まれております。研究者は、ここいら辺の意識が、若者と中年では違うのではないかと考えたわけです。そして、調査の結果は、若い世代ほど SDGs な製品に多くのお金を払い、SDGs な行動に価値を置き、実践する可能性がはるかに高く、また、若い世代は、上の世代よりも安定した高収入の仕事に就くことへ関心を持っていました。ただし、SDGs に配慮した企業で働けるなら、給料が低くても構わないと考えているケースが多く、若い世代が、給料は高いが、SDGs 意識の低い企業を選択する確率は約 28% で、逆に給料は低いが、SDGs 意識の高い企業を選択する確率は約 87% でした。つまり、全体的に見ると、日本の若者は、金よりも SDGs が重要だと考えている人が多いらしいです。いや、普通にすごいですよね。まあ、質問やアンケート系の回答調査だと、多少の誇張は含まれているものですが、それでも環境や貧困問題に目を向けている若い世代が多いというのは嬉しいですね。と言っても、まだまだ少子化や晩婚化という大きな問題も先進国には残っているので、それをどう解決するのかが当面の課題だとは思いますけど。確かに晩婚化や少子化が進んでいる昨今ですが、結婚するとかしないとか以前に、そもそも恋愛や性行為を一度もしたことがないという人も増えてきた印象です。ネットニュースなんかでも、ちらほらと、若者の童貞率が高いよね、みたいな話を目にしたことがありますよ。なぜ若者の童貞率は上がったのかということを調べたサンディエゴ州立大学の研究では、33,380 人のアメリカ人を対象にして、国の統計データを使い、18歳以降の性行為回数を調べたところ、最近になって生まれた世代ほど、童貞や処女の割合が高くなるという傾向がはっきりと出ていました。その理由も、性病への意識が高まったからとか、晩婚化の影響とか、個人主義の影響によるものかなど、いくつか考察されております。そしてそんな中、そもそも恋愛に関しても10代で経験しなきゃいけないものなのかという点をジョージア大学が調べていました。まず、ヘルシー・ティーンズ・ロンジチューディナル・スタディっていう統計データを使い、高校2年生594人を対象にして、2003年から2009年まで生徒を追跡調査し、全員に過去3ヶ月の間に誰かとデートをしたり、親密な関係性を結んだことがありますかという質問を定期的に実施しました。
さらに、学校の教師にもインタビューを行い、生徒のコミュニケーション能力、リーダーシップの高さ、メンタルの状態などもチェックしました。すべてのデータをまとめた上で、全学生のコミュ力や幸福度を比べたところ、ソーシャルスキルとリーダーシップの能力が高かったのは、過去7年間でデートをした回数が1回以下の交際をしないグループでした。また、交際経験が少ないグループほど、うつのスコアも低く、悲しみや絶望などのネガティブな感情も経験していないため、世間のイメージに反して恋愛したことがない若者の方が、実はコミュニケーション能力があり、精神的にも健康だったらしいです。ほう、つまり恋愛経験がない人はコミュニケーション能力も低いというのが、単なるバイアスの可能性があるということですね。まあさすがに、この研究一つで、10代で恋愛をしなくても問題なし、というわけにはいきませんが、実験自体は興味深いです。一応、研究者のコメントを読み上げると、交際をしない若者は、総じてうまくやっている。恋愛経験を若者の通過儀礼と考えるのは間違いだ。先行研究によれば、恋愛関係にあるティーンエイジャーは、うつ病の症状を経験しやすい傾向がある。そもそも恋愛関係は複雑であり、長続きしないことも多い。事実として、青年期の自殺の主な予測因子の一つは、特定のパートナーとの破局である。そして、今の世界では、多くの人が性的思考を持ち、それぞれに多数の選択肢を持っている。交際がないからといって社会に適応していないわけではないし、社会的能力が欠如しているわけでもない。調査した学生は、それぞれ独自のライフスタイルで生活を送っており、どの選択肢が正しいといったこともない。今は、LGBTQ に対しても理解が進み始めていますから、昔のように、10代で異性と恋愛するのが当たり前みたいな風潮も、そのうちなくなるのかなと考えちゃったりします。そうね。それに今回は、最近の若者はから始まるいろいろな偏見が本当に正しいのかを見てきたけど、割といつの時代も、若者は年上から文句を言われているので、今の時代が特別すごいってわけでもないみたいで。はい、というわけで今回は、この辺で終わりにしたいと思います。ではでは、また次回お会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価をお願いします。他にもベルマークを押すと、最新の動画などを見逃さずに済むので、ぜひご利用ください。